こちら、これです。中田敦彦氏が日本に帰国して炎上しました。日本はオワコンとディスってシンガポールに移住した中田氏がまさかの5年で帰国。それを見た人たちは節税目的の一時移住だったのではと疑い炎上しました。そこで今回は中田氏の一連の行動を分析し、この事件の真の問題点を暴露します。中田敦彦氏は2005年にお笑いコンビオリエンタルラジオの武勇伝でブレイクし、テレビ芸人として活躍した後、2019年に YouTuber に転身した人物です。中田氏は暗号資産支持者としても知られていて、自身の YouTube チャンネルではビットコインとイーサリアムの買い方の解説を含めて、今まで18本もの暗号資産やブロックチェーンに関するポジティブな動画を公開しています。オレンジ色の線はビットコインの価格、緑色の線は中田氏が暗号資産関連の動画を公開した日です。2019年8月20日に暗号資産関連の動画を初めて公開し、その日のビットコインの価格は114万円。2018年中旬から2019年中旬にかけての価格帯は35万円から100万円だったので、仮に中田氏がこの期間中に資金3500万円、平均取得単価50万円でビットコインを購入したと仮定すると、保有枚数は70枚。シンガポールに移住したのは2021年3月1日。その日のビットコイン価格は531万円。中田氏は移住前にシンガポールの環境や税制の優位性を絶賛し、日本の閉塞感や税負担の重さを強く指摘していました。確かに、高所得者にとっては日本の税負担は悪魔のように重いです。個人所得税の最高税率は、所得税と住民税と復興特別所得税を合わせて、55.945%。さらに年間数百万円の社会保障料まで取られます。例えば3億円を稼いだ人は約1億7000万円が税金として取られ、手元に残るのは約1億3000万円。一方、シンガポールの個人所得税の最高税率は 24%。住民税のような地方所得税はなく、外国人には強制社会保障もありません。例えば3億円を稼いだ人は約7000万円が税金として取られ、手元に残るのは約2億3000万円。つまり同じ3億円を稼いでも手元に残るお金に約1億円もの差が出ます。さらにシンガポールにはキャピタルゲイン税がなく、個人が投資目的で保有した株や暗号資産などの資産の売却益は非課税です。日本で暗号資産を売却したら最高 55% の税金がかかりますが、シンガポールは 0%。そのためシンガポールは世界の富裕層から選ばれ、現在は富裕層移住ランク世界一に君臨しています。中田氏はシンガポール移住後も暗号資産動画を連発し、2年間で14本公開しました。2023年3月に公開された、まずはビットコインとイーサリアムを買ってみよう、買い方の手順を解説という動画で重大な問題が発生します。それは仮想通貨 YouTuber コインキャッツの本を絶賛し宣伝したことです。コインキャッツは過去にいくつものサイコインを情報弱者に売りつけ、多くの被害者を出してきた実績があります。最も有名な被害は、現役東大生三上幸太氏が代表を務めるシミアチェーンという暗号資産です。コインキャッツはシミアチェーンについて、経済産業省に認められ、東芝富士通と提携しているとアピールしてセミナーで資金を集めました。しかし、経済産業省、東芝、富士通の全てから関与を全否定されて嘘がバレ、プロジェクトは中止になりました。シミアチェーン運営は返金すると言いながら、公共料金の領収書を出せなど理不尽な条件を突きつけ、
結局1円も返金しないままプロジェクトは消滅しています。中田氏は動画でコインキャッツの本を紹介し、コインキャッツ本人のコメントを最上部に固定表示しました。このまでは、まずはビットコインとイーサリアムを買ってみよう動画を見た初心者がコインキャッツのコミュニティに誘い込まれ、コインキャッツにビットコインの次はこれを買ってみようと言われて詐欺コインを売りつけられる被害に遭う危険性がありました。そこで私は中田氏の動画のコメント欄に注意喚起を書き込み、さらに注意喚起動画を公開しました。中田敦彦のビットコインを買え動画ははめ込み詐欺かコインキャッツ編。すると中田氏はどう対応したか。コインキャッツの紹介部分もコメントも削除せずに、逆に私のコメントを削除し、こうしました。お客様のコンテンツに対し名誉毀損の申し立てがありました。中田敦彦のビットコインを買え動画ははめ込み詐欺かコインキャッツ編。該当のコンテンツは以下の国の YouTube サイトで表示されないようブロックしました。日本、何してくれんねん。その後ビットコインは爆上げし、2025年10月に史上最高値1897万円をつけました。そして2025年11月、コインキャッツは詐欺の疑いで逮捕されました。私は動画を消されたこと自体は根に持っていませんが、被害の拡大を食い止めることができなかったのは残念な限りです。話を戻して、先ほどの過程、仮に中田氏が2019年に資金3500万円でビットコイン70枚を買っていたと仮定すると、保有しているビットコインの価格が1890万円 ×70 イコール13億2300万円。利益は12億8800万円。日本で売却した場合、7億1600万円が税金として取られ、手元に残るのは5億7000万円。一方、シンガポールに移住して売却すれば、12億8800万円の利益が丸々手元に残ります。でも、日本には出国税があるのではと思った人もいると思います。出国税は、株や投資信託などの対象資産を1億円以上保有している人が海外移住する場合、含み益に対して課税する制度です。海外移住を利用した税金逃れを防ぐために2015年に導入された制度です。ただし、資金を売却せずに5年以内に帰国すれば納税が猶予返金されるというルールがあるので、5年で帰国した中田氏は出国税も完璧にクリアしたと考えられます。しかも、現在の日本の税制では暗号資産は出国税の対象外です。中田氏が暗号資産を保有していたなら、税率 0% で完全に利確できたことになります。次に、ここからが中田氏の日本帰国の真の問題についてです。今回の事件はミクロの視点で見れば、ある家族が海外へ移住し、節税して帰ってきたという個人の自由であり、好きにさせればいいという意見が自然です。一方、マクロの視点で見ると、恐ろしい実態が見えてきます。もしこの節税帰国スキームが全国に広がり、日本の成功者たちがこぞって中田氏と同様の行動を取るようになった場合、税収や人材、資本の国外流出を通じて、日本の国力を直接揺るがす深刻な事態になります。この表は別の国に6ヶ月を超えて移住した富裕層の人数を年ごとに集計したものです。2013年は約5万1000人。海外へ移住した富裕層の人数はコロナの時期以外は年々増加しており、2026年は16万5000人に達する見通しです。左側は2023年の富裕層の流出が多い国です。流出が多い国は中国、インド、イギリス、ロシア。日本は10位で人数はまだ少ないです。右側の流入が多い国はオーストラリア、UAE、シンガポール、アメリカ。
富裕層が海外へ移住すると、資産は現地の金融機関に移転されます。これは円売りの要因になるだけでなく、その後の彼らの消費、投資、納税のすべてが海外へ移ることを意味します。さらに問題なのが、サービス提供側になった場合です。中田氏のように、海外を拠点として日本人向けに動画を配信して収益を海外で受け取ると、日本から海外へのサービス料金の支払いが増えて、経常収支を悪化させる方向に働きます。例えば、日本の広告主が Google などの海外法人に広告費を払ったり、日本の視聴者が海外配信者に投げ銭をすると、円を売って外貨が買われ、日本から海外への支払いとして計上されます。もちろん、中田氏一人による影響は微々たるものです。しかし、仮にヒカキンやはじめ社長をはじめとする日本のトップクリエイターたちや成功者が一斉に海外に移住し、日本人相手に商売をして、その収益を海外で受け取り、海外でお金を使い納税するようになるとどうなるか。日本国内で回るはずだったマネーが減少し、税収減少、国内需要、投資が冷え込み、円安の加速という負のスパイラルが完成し、日本経済の規模と活力は徐々に失われていくことになります。これは日本のデジタル収支です。デジタル収支はデジタルサービスをめぐって日本から海外へ支払ったお金と海外から日本へ入ってきたお金の差です。2025年以降は財務省の推計値です。2014年は2兆円の赤字。2024年は 6.7 兆円の赤字。2030年までに赤字は 11.7 兆円まで膨らむ見通しです。Google、Apple、Netflix、チャット GPT などの海外の利用者がどんどん増えてデジタル赤字が拡大する中、日本人がわざわざ海外へ移住してデジタル赤字を加速させるとは、なんとも皮肉な話です。これは海外に3ヶ月以上住んでいる日本人の数です。緑色の線は長期滞在者で、期限を定めて海外に住んでいる日本人の数です。2019年に過去最高の89万人を記録した後は減少傾向に入り、2025年は70万人。赤色の線は永住者で、期限を定めずに海外に住んでいる日本人の数です。設営目的で海外移住をする人は、国税庁から設営目的の一時的な移住と疑われないよう、あらかじめ滞在期間を定めず、ずっと住む前提で手続きをするのが基本なので、永住者にカウントされます。永住者数は毎年過去最高を更新し続けていて、2025年は58万人。出国税の納税猶予期間中の件数は、2024年は248件、2025年は277件で、毎年過去最高を更新しており、富裕層の脱出トレンドは確実に強まっています。まとめると、中田敦彦氏の節税移住&帰国スキームは、個人として見れば非常に合理的で賢い選択であることは間違いありません。しかし、影響力のある著名人がこのスキームを自ら実行、推奨、拡散する行為は、一個人の移住問題にとどまらず、日本で生み出された富が海外へ流れ続ける構造を生み出すという国家レベルの問題という結論になりました。中田氏は税金の安い国に逃げて外国から日本人に向けて説教動画を配信するより、シンガポール人相手にネタを披露して爆笑を奪い、日本のお笑い文化を世界に知らしめてくれた方が多くの日本人も応援できたでしょうし、それこそが本当の武勇伝になっていたことでしょう。中田税金、中田移住、中田、中田パーフェクトヒューマンエラー。もう一回移住してこいよ。この動画が参考になったらグッドボタンお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。
次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。